余計なことを言わずに直接疑問を出す。今回のストーリーにはまた新しい男 NPC が登場した。幻冬の女性キャラクターが日々のように。どんな男性でも注目に値する。それに彼の背後には私と同盟のマントを着ています。その中で一番特色があるのは彼の服装です。下の裾に草書の文字があるなんて。文字化けだと思っている人も多いと思いますよね。でも事実はそんなに簡単ではありません。小風は書道文盲だから。苦研究は2日間実を結ばなかった。仲間の皆さんに助けを求めるしかない。ついにその出所を見つけた。原文はサンスクリット文で書かれている。余儀の力。これは最有機の闘争指定が求めた大乗仏法の一つです。うわ。師匠。この教官には少しの字もない。あ。文章の内容は巻70に出ている。内容は5章、諸悩みは幽霊よりも幻滅。文中では5箇所の対比を用いた。悩みは気魔よりもマシだ。これはどういう意味ですか？まず仏教4魔の話をしましょう。5つの魔、悩み魔、死魔、天魔。この4魔は総修行の障害である。文章の内容はまさに悩み魔の表現である。煩悩魔とは妄知など心身を苦しめること。イライラさせる習わし。これらはストーリーにも現れています。林中人金の視線は多くの人が作ったことがあるだろう。隠して報告しないことを選ぶ。スズメの尾は死ななくてもいい。真実を伝えることを選んだ。文章に殺されてしまう。ここも多くの人の心の安定になったのではないでしょうか。実は文章が登場した時、伏線を埋めてしまいました。彼の服装は普通の人ではないに違いない。文字の意味がわかりました。もっと理解できるんじゃないですか？文章はそばかすを処理した後、こんなこと言ってました。私は最善だと思う選択しかできません。どうして独断と主観があるのか。どうして他人の利合を君が決断するのか。でも悩み魔に閉じ込められた設定に代入すると、すべてのことが通じた。運が悪くなってから9域に現れた。戦いは50年間続いた。長い年月、限りない殺し合い。人間は9域を守るために、どれだけ犠牲になったかわからない。しかし、すべては終わりを見ないようです。現在の生き霊はすでに精神的な変化を遂げている。森の中での仕事。文章にスズメを未知の情報を隠したら、森は彼女を家に連れて行き、山に帰る。この考えは間違いなく利己的だ。大義にそぐわない。何の老後が血割りで奮闘しているか。家を守るために努力する。彼は誘拐された彼女を連れて大頃に隠れていた。でも彼は疲れていた。5年前に従軍して以来、彼と彼女はもうたくさんやっている。彼は彼女を守ることを考えてきました。事故が突然やってきた。彼女は売主婦になった。自分のこれまでの努力は全て冗談になってしまった。彼は生きている意味を失ってしまった。これはただの自然ですが。しかし、客観的に現在の精神状態を示しています。文章でも精輪でも、無限の戦いで歪みが生じています。私たちが想像していたよりもはるかに多くの変数が存在します。視線は先にここに広げましょう。次は本線に戻ります。下駄州に着いた途端に遠流に出会った。何人かの助けがあって、この不運来州を最初に平定できると思います。場所は下駄州原曲遺跡です。寒さと一緒に処理しましょう。でもあなたは想像もつかないでしょう。我々が激戦している間に、原曲遺跡の封印は存在しない。これは公式にはモデリングを忘れていました。それとも別の意味がありますか？そういえば言わざるを得ない。私たちは上級者の永遠の愛と殺した。初めて会った時、胸に大きな剣が刺さっています。腕がまだ一本折れている。誰の仕業だと思ったことがありますか？ここの手がかりは南音の城洗いの道です。まず遺跡の説明を見てみましょう。上級者は封印されている。列血にあった時、鎖で繋がれていることも分かりました。でも男性に出会った時、それは釈放されました。戦場からの分析。周りにも封印らしき柱があることが分かりました。つまり私たちの前に誰かが戦ったということです。大きな被害を受けました。この人は南音です。遠流を処理した後に起こったことを覚えていますか？でも遠流はなぜ閉鎖されなかったのか。次はもっとあるのか？はい、遠流は閉まっていません。まだ遺跡の上に存在している。南音がこのために長い間配置していた。この前の遠流異常は遺跡に触れるためです。彼女の目的は決して高級な悪人を釈放することではない。彼らを殺してウエハを奪うためだ。信州ではそうです。カリフォルニアではもっとそうです。意外ではないですか？上級者を討伐した最大の功労者が彼女になるなんて。南音の反乱について、風ちゃん今も少し推測しています。9域の戦力はどう思いますか？前の世代の指導部が集団で街を歩いた後、新人軍の主姫玉が上位にランクインします。大至急新世代の9域上層部を結成しました。朱雀の位を継ぐ英霊精鋭嵐。清流の位を継ぐ姫ミニ。玄武の位を継ぐ生きがい変数名家。白虎の位を継ぐ剣戦寒さ。このラインナップは炸裂しているのではないですか？しかし彼らの行動はこうです。あるいはそうなのか。満足できないのではないでしょうか。慌てないでください。まだ終わっていません。列血を討伐した時、耳は言ってた。列血の力が抑えられたような気がする。手を出したのは南音です。断絶を討伐した時、重傷を負っただけでなく、弟の力を吸収して傷を治す必要がある。手を出したのも南音だ。私たちは今まで本物の不運と戦ったことがありません。殴られても重傷状態に過ぎません。それでも、ちょうど撃っただけです。今あなたは9域の戦力をもっと直感的に認識していませんか？南音の強さは不運の力を借りたからだ。しかし、その力は密かに助けてくれます。あるいは双方の目的は一致している。すべては高レベルの暗闇と戦う。意外な偶然ではないでしょうか。でもこれは本当に偶然ですか？なぜ不運を打ったのか覚えていますか？初めての列血はたまたまそのためだった。しかし今回の男性はそうではない。人宮が収集したデータによると、高位大坪森化列血が討伐された後、新終了内の大晦日の活躍度は大幅に低下した。列血討伐の後、新州海域隊の活動度が低下する。だから上級者討伐を提案したのです。上級者さえいなければないと思っている。わかりにくい脅威も小さくなります。しかし本当の原因については何も知らない。本当の原因は南音です。つまり前任の武功士士官です。もし9域の中で誰が大晦日を最もよく知っているとすれば、前任者の城湖南音に属するものではない。この考えに基づいて推定する。
8年前にオスミウムにはエネルギー喪失の兆候がありました。これは9域がすぐに戦闘の力を失うことを示している。ナンゴンもそれに気づいています。彼女が難病の原因の中で、必然的に不運の力を借りた考えがある。視線の中でナンゴンをより詳細に補足した。ナンゴンは制御されていません。人間の意識を保っています。でも前任者の愚行使士官として、愚行使の不運に対する手段を漏らしたことはない。しかし、9つの国に対抗する方法はありません。彼女は毎回彼女を笑った。このような笑いは皮肉ではなく喜びである。9域の人々ほど戦意が高まる。彼女は喜んでいるほど、これらは彼女が創営をしていることを示している。では一体何が起こったのでしょう。これはナンゴンが手にした時の章から始めます。竜淵の時、ナンゴンは黒い事象を持っていた。前に風は古代文明と関係があると推測していました。しかし今回のストーリーには新たな発見がありました。ゲタ州遺跡の特殊性から4人の先輩英主伝が力を合わせて封印を加えた。だから今回の行動にも4人の英主伝がそれぞれの事象の力を使って遺跡の封印を開く必要があった。ゲタ州の原曲遺跡は先輩4英主が力を合わせて封印したものです。これは他州の封印を意味する。それぞれの英主の勝力封印でもある。新州のストーリーでは風が吹くと疑いが生じる。なぜ南はドラゴンに入るのか。力ずくで割ったのですか。今回のストーリーは答えを出した。ナンゴンは前任の清流英主の事象で開いた龍園です。今回も例外ではない。彼女は私たちの前に前任の4英主の事象で遺跡に潜入した。これでやっと上級者を重傷にすることができる。でもナンゴンも大変だった。不運を破った断片からナンゴンが体内から出てくるように見えます。おそらくこの戦いは思ったほどうまくいかなかった。南の音が公安運を破壊したが体内に封印されています。我々が不運を破って脱出するまで風が言っても根拠がないわけではない。重州遺跡は4英主の力を集めて封印。この点のストーリーははっきりと説明されている。嵐も私が外側で守って絶対に半匹も遺跡の内部に侵入しないと言っていました。彼女がいる。誰も中に入らせない。これはナンゴンが私たちの後に入ったのではないということです。前から遺跡にいたんです。この前の遠慮の下敷きを加えて全てのことが通じた。ナンゴンについてはまだはっきりしなければならない点がある。それは彼女とは何の関係もないということだ。9域外観から始める。ナンゴンの出現は必然的にオスミウムの以下を伴う。多くの人がナンゴンとガンギエイを縛っています。モットーなり声のせいだ。このような思想は根深い。南とは全く関係ありません。これを証明できるのが牧石成立の星雲所である。紀元2701年に9域はすでに逆襲実験を研究している。この番組では明らかです。ナンゴンが消えたのは8年前。捨てられたのはゲンカラスもいます。村のおじさんの話ではキングが先に堕落して原因になったのだ。その後星雲所が現れました。だからゲンカラスもナンゴンには関係ない。ローナルド4ナルド55、ナンゴンは自分のために運の悪いこと手段を操ることができる。しかし地域警備を明かさせたのは別の人がいます。これはガンギエイの紹介にも記載されている。予測は高度な暗闇の能力です。リラの資料を振り返ってみましょう。すべての高級アビスには自分の分野があります。領域内には自分のルールがある。ではオスミウム化もある高級アビスのルールです。それができるのは一人だけです。それがスバです。9域全体をカバーできる領域。それはスハハにしかできない。ナンゴンの記述にはもう一つ重要な点があります。ナンゴトが軍跡に入ったのは8年前です。でもまた現れたのは3年前です。彼女は5年間姿を消しました。この5年間彼女はどこに行きましたか。答えは遺跡に閉じ込められていることです。3年前に来ました。黒化したナンゴンが初登場。初襲は履修にあった。この時9域はまだ偽りの平和のもとにある。ナンゴンは不運な大軍を率いて国境を制圧した。冥系の支援の下で人々は局面を安定させた。ここにもあります。ナンゴンが仮面を剥がした。南の反乱を知っている。実はナンゴンここの行為は合理的ではありません。彼女はずっとマスクをしていた。彼女が殺されるまで誰も彼女が南だと知らなかった。しかし彼女は身分を公開することを選びました。その後人をといじは遺跡に重心を移しました。ナンゴンの研究を再開。でもこれだけは推測しましたが、まだ重要な証拠が欠けています。これは今のところ推理できる究極です。なぜ風はスバと呼ばずすごい存在なのか。反転する可能性もあるからです。ストーリーの資料に遺跡はずっと存在している。しかし完全な遺跡は遺跡の内外のコミュニケーションを遮断することができます。それは龍炎化の童話に証拠があります。大晦日に最初に現れたのは西暦2624年です。先に現れた場所は竜翔島がリンクした原玉空間内にあります。当時は9域も原玉遺跡も攻めませんでした。9域に大晦日の記載があるのは西暦2664年です。つまり大災害の後、筋書きでは遺跡が移動された。シールド機能の失敗。これでやっと上級者の存在に気づかれた。そう、これはまた大災害と関係がある。一体誰がこの爆発を起こしたのか。目的は何ですか。3つの時空にまたがる陰謀。高級な結晶局を奪うためなのではないでしょうか。もしこの黒幕が本当に存在すれば、スハハの力を知っているだけでなく、分かりにくい力を盗んで自分のために使いたいと思っています。これでは、ナンゴンは結晶局を取る駒にされているんですよね。ちなみに肉臭遺跡の構造ですね。戦闘地点の上は何だと思いますか。風ちゃんは生放送の時に非常手段を利用して上がった。遺跡の入り口だと気づきました。これは遺跡自体が上下に貫通していることを示している。しかし誰かが地形を変えました。回り道をさせた。調査として、武甲市内で遺跡の仮想画像を見ることができます。見つかりましたか。ここの通路も上下に貫通しています。ただこの地形の変化は大きいです。小風は男性には2段階があると疑っている。上級者としては、私たちが出会った男性は明らかに資格がない。そんなに大きな封印の場は、本来はこんなに小さいべきではない。ナンゴンと戦うのが本体です。私たちが撃ったのは弱体化版に過ぎない。急に9域の戦力に希望を失った。約束した姿勢中は、後ろはまだ覚醒モードをつけなければなりませんか。このビデオも総集編です。皆さんの疑惑を解くことを目指しています。その後詳細な解析が次々と更新されます。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験して